はい、今回作るのはこれです。ビークスパイダープレミアムをベースに改造していきます。リクエストも多かったマシンで、結構前からどういう感じで作ろうかっていう構想を練ってはいて、ビークスパイダーの作例とか作品は割とよく見るんですが、中でも BS ゼブラの体で作られたマシンってあんまり見ないので、今回起きた回のビークスパイダーではなくて、サバンナソルジャーズの BS ゼブラに寄せて作りたいと思います。もしくはこの前作ったバニシングゲイザーみたいな感じで BS ゼブラの後継があったとしたらこんなマシンかなみたいな、そんなイメージになるかもしれないですね。そんなことで多分見たことないようなビークスパイダーになるはずなので、完成を楽しみに見てもらえたらいいかなと思います。で、今回ボディを AR シャーシに合わせます。ビークスパイダーのボディってほとんどのシャーシに無加工で乗せ替えができないんですね。その原因になっているのがフロント周りの低さで、特にタイヤを囲っているパーツとか、ノーズの上につくパネルみたいなパーツがあるんですが、それが邪魔をしてボディ前側をシャーシに差し込むことができないんですね。なのでまずボディパーツが全部ついた状態でシャーシに乗るように、シャーシのバンパーを削る作業から取り掛かってます。主に黄色い丸の部分は結構がっつり干渉しているので大きくえぐることになります。バンパーは根元のネジ穴だけ残してカットしてもよかったんですけど、バンパーカットってやつですね。ただ5度のスラスト角を残したかったのでこういう方法をとってます。ボディ側で手を加えたのは主にカウル周りで、台形ホイールが使用できて、かつ AR シャーシに合った位置にアーチをずらすっていう、そういう作業をしてます。肉抜きや筋彫りとかへこみを平らにならす作業、この辺りはおよそこれまで通りです。それと今回ディテールとして他のマシンのパーツも少し追加していて、レイスティンガーの、この後出てきますけど、ボディパーツをバーニアに見立てて隙間を埋めたりとか、あと昔使っていたミニ四駆ボックスの中から多分ディオマースネロのものだと思うんですけど、ボディキャッチを見つけたのでそれも使用してます。どちらも当時何かに使うだろうと思って取っておいたパーツだと思うので、それが20年越しぐらいでいきましたね。ポリエステルパテもだいぶ出番は減りましたが、例えばラッカーパテと比較した時に引けが少なくて効果が早いっていうあたりが、利点になるんですよね。エポキシパテを使うほど盛る必要はないけど、短時間で一発で埋めるっていう、今回みたいな場所には向いてると思います。あとは匂いが強いのでそこだけですね。タイヤは少し薄く削るぐらいでカウルに収まってくれればよかったんですけど、ちょっと厳しそうだったので、特にフロントカウルは結構削って形が変わってます。タイヤの上の部分だけじゃなくって、ボディをシャーシに差し込む時にスライドさせる関係でカウル前後も差し込みやすいように削り込んでます。一応これタイヤをつけた状態で回ってますけど、クリアランスがギリギリなのでかなりボディが差し込みづらいんですね。なのでこの後もう少しアーチを前後に広げてます。
今回も明るい色を使うので目止めのサーフェイサーは白を選んでます。 BS ゼブラを主張する上で横の縞模様は外せないと思うので、この後マスキングで入れていくんですけど、このボーダー綺麗なまっすぐな線ではないので、ステッカーを見ながらそれらしく筆で描いてしまっても良かったのかもしれないですね。こういううよよっとした線を適当にカットして赤と黒の境を避ける形で貼っています。定規を当ててカットする必要がないので細かい作業ではあるんですが、見た目ほどは難しくないというか、意外に淡々と進んだ作業ですね。今回こっちの方がはるかに難関というか問題で、このサバンナソルジャーズのチームロゴをリアカウルに入れます。ステッカーを少し拡大コピーしたものを用意して、この猫みたいな形と剣のところはマスキングしてエアブラシで入れておいて、文字は乾燥後に筆で書き入れます。白が入ることでかなり派手になっていきます。
この時点で一旦スーパークリアをうっすら吹いておいて、ここまでの塗り分け部分の段差をなじませておきます。これをやっておくことで、この後のテープの、貼ったり剥がしたりの作業の安全性が上がります。主にテープを剥がす時に塗り分けの段差部分で、塗装も一緒に剥がしてしまうっていう危険を回避する目的なんですが、今回の場合この後の筆塗りもラッカー塗料を使う都合で、下の黒を溶かさないようにガードする役割も兼ねてます。これあまりスムーズに筆を動かせてはいないと思うんですけど、例えばメイクで、お化粧ですよね。細い眉毛なんかを描くときに、さっさと筆を走らせることのできる方ってすごいと思うんですね。ああいう感じで筆塗りできれば模型制作でも武器になるので、描くっていう作業が得意な方は筆塗りからミニ四駆作りに入っていくのもありだと思います。こんな感じで中からには書けたと思います。文字が白で透けてしまうので、何度かなぞって重ねなければならないのがきつかったところですね。段差は最終的にクリア、ヤスリがけクリアと繰り返して、艶のある平面を作ります。